さて今回の動画は夫と日本へ行って京都と東京を歩いて見つけたアンティークショップ、カフェ、日本の飲みの市、日本の美しいところ、美味しいものなどなどいろいろご紹介。まずは京都、それから東京、かわいいパティスリーやアンティークショップを日本の美とともに。夫と私は以前京都と大阪に住んでいました。東京では日本にやってきたあのパリのお店へも、いつもとちょっと違った今回も盛りだくさん。最後までゆっくり楽しんでくださいね。ボネケ本舗。Et ensuite, tu dois voir la rivière. 夫が書いているのは京都で私たちの宿泊先とそこから訪れたい場所の地図。Et là, tu dois voir le pavillon d'argent. Et donc, le chemin, il est là. Donc, donc, il faudrait aller là, mais là, on le prendra un peu à l'envers. On arrive au... Soit on va au pavillon d'argent. C'est un peu brutal, non, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais. Mais de toute façon, il va être tard, hein, il va être vers 3 heures. Donc やる気満々の夫ですが。Et ensuite, on prend le chemin de la philosophie. C'est le premier jour. Tout à fait. 果たして予定通りに行ったのかどうかお楽しみに。ボネケ本舗。これは妹へ、これは甥っ子へ、友人へは巨大チューブに入ったマロンクリームと、もちろん忘れちゃいけないモノプリのバッグもちゃんと入れて。これは妹がお世話になっている方へ、あのゴアシエのお菓子も。モノプリのバッグは色違いで2つ。エッフェル塔柄が可愛いボトルも。これも以前の動画でご紹介したメルシーのトートバッグが2つ。これは妹の家族みんなへ、オシャブルーで買った猫ショコラ、乾燥剤代わりの紙ナプキンとオシャブルーのショコラ、空色が可愛いドラジェ、頼まれた歯磨き粉、これは久しぶりに会う友人へ、父母、そして義理の弟と姪っ子へのクリスマスプレゼント、ホワイトチョコレートとドバイチョコ、これもスーパーのマドレーヌの中の私の一押し。これで締めてみる。私のものはまだ入れてないのにすでに満杯。少し夫のスーツケースに入れましょう。冬の旅行は荷物がかさばりますからね。さあ出発です。夫にとっては久しぶりの長距離の空の旅。免税店を物色中。夫が買い物中に、皆さんには夫の出発前のハプニングをこっそりお話ししましょうか。もうすぐ飛行機に乗ります。前回私は日本出発の3日前に私のバッグを盗まれたんですけど、今回なんと私たちの出発の同じ3日前に夫がクレジットカードをなくしました。もう信じられないです。びっくりしました。昨日かな、夫が仕事の途中で40分ほどかかるところの自分の銀行まで行ってバーチャルカードをゲットしてきて事なきを得ました。空港に着いてからも夫はいろいろやらかしました。果物持って入れないよと言ってたのに、リンゴを4つか5つぐらい持ってきてました。でその他にもみかんとか、入る時にどうせ捨てることになるよと言ったらもう意地でみかんとリンゴを食べてました。じゃあまた次は日本へ着いた時かな。行ってきます。夫と2人で日本へ行くのはフランスへ越してきてから初めて。夫にとっても12年ぶりの日本です。ボネケ本舗。関西国際空港からはるかに乗って京都へ。京都駅到着。約13時間の空の旅は結構疲れたけど、初めての夫婦2人旅の日本、楽しみです。結局到着日当日は夫の計画とはまるで違って、宿のすぐそばにあるドラヤサ寮でまったりと。きっとそうなると思ってましたけどね。ここは京都に住んでいた時にもよく2人で来ていた場所。その後晩ご飯を食べに出かけたら、とっても素敵なパティスリーを発見。ということで明日の朝食をここで買うことに。すると驚いたことに、そこはまるで
パリにあるような素敵なアンティークショップか、まるでパリの飲みの市。小さな店内にはセンスよくセレクトされた素敵なものたちがいっぱいではありませんか。まるでパリに戻ってしまったかのようです。あまりの可愛さに私は夢中で撮影中。一方夫はケーキ選びに夢中。ムラングやクッキーなどの焼き菓子が並べられているのはチョコレート色の古いビュッフェ。扉の中にはフランスで時を経てきた者たち。こんなパティスリーのお菓子が美味しくないはずはありません。そしてなんとヒイラギ柄のコンポチエとソーシエールがパリでも見たことがありません。夢のようなパティスリー。買ったのはシュアラクレームとバニーユエショコラ。デザートだけ買って次は晩ご飯へ。ポント町の細い路地をどこかいいレストランはないかなと歩いています。でもレストランがひしめき合っているのでどこにしていいのか決められず、お散歩も兼ねて懐かしい京都をブラブラと。でもあまりにお腹が空いて目の前にたまたまあったお店へ。だってとにかくビールで乾杯がしたかった。やっぱり日本のビールは美味しいですね。ボネケ本舗。翌日、夫の計画1日目だった銀閣寺へ向かう予定。でも疲れが残る私たちは徒歩ではなく地下鉄でケアゲ駅へ。初めて私たちが暮らしたのがここを登り切った先にあります。ビラク城山、フランスのアーティストインレジデンス施設。懐かしい。小高い山の上から京都市内が一望に見下ろせます。あれはもう14年前。月日が流れるのはあっという間ですね。ボネケ本舗。ビラク城山からすぐのところにある南禅寺へ。たまたまそこにいらっしゃったお着物をお召しの方、日本の美ですね。南禅寺から次に向かったのは夫が裁縫を切望していた哲学の道。自分が哲学を教えているから余計身近に感じるからかもしれませんね。ここを歩くと必ず立ち寄っていたこのカフェ。オーナーも店名も変わってしまっていたけど佇まいはその当時のまま。そこでこのおばんざいのランチセットをいただきました。夫も私もペロリと平らげました。美味しかった。哲学の道を眺めながらコーヒーができる最高のロケーション。夏はテラスが最高ですよ。法然院の山門、何年時を経ようと変わらぬ静寂。その翌日行った妙心寺大蔵院、その枯山水の庭。春の桜の季節は最高でしょうね。そのお庭にあったのは水琴窟。竹筒に耳を当ててその音に聞き惚れる夫。皆さんにお尻を向けてごめんなさい。ボネケ本舗。ここで暮らしていた時に夫とよく行っていた2つのカフェ、エフィッシュとカフェビブリオテックハロー。エフィッシュは残念ながら閉店してしまっていましたが、ここカフェビブリオテックハローは変わらずにここにありました。フランスのカフェにはないあのほっとできる居心地の良い雰囲気も変わらずにそのまま。今日はあの席が空いてればいいなと自転車を漕ぎながらここへ向かった。あの2階のテーブルもそのままそこに。時が経ってより一層その雰囲気に温かみが増したような。雰囲気も最高だけどここは食事が本当に美味しい。奇をてらった料理ではなく、昔も今もそしてこれからも変わらずに美味しいと思えるような丁寧な手作りのお料理。私はすっかり忘れていたんですが、夫が僕はいつもこのカレーを食べてたと。私もこれを食べてて思い出しました。そういえば私もいつもサンドイッチを食べてたなと。
今回私が選んだものもやっぱりサンドイッチでした。そしてそのコーヒーはもちろん相変わらずの美味しさでした。唯一変わっていたのはバナナの木が大きくなっていたこと。ボネケ本舗、ずっと来たかったお店です。見てみますね。やっぱり可愛いですインスタグラムでいつも拝見していて、すっごく可愛くて、それがなので京都に今回来る機会があったので、ぜひここは来たいと思ってやってきました。インスタグラムの写真のセンスの良さにいつも憧れていました。たまたま今回の私たちの滞在先の次の駅という幸運にも恵まれて訪ねることができたこのお店、皆様にもぜひこの雰囲気をご覧いただきたくて、なぜ私がこのお店が好きなのかきっとお分かりいただけると思います。スーピエール、クローバーのスーピエール、私の動画のコメントでいただいた質問があるんですけど、ポネさんスーピエールどうやって使ってらっしゃいますかっていうのがあって、もちろん私は何か見られたくないものを隠すために入れてます。これだったら何入れようかな。コーヒーを入れるためのペッパーフィルターとか、本当に出しておきたくない、見せたくないのをとにかくスーピエールに入れて蓋してますほら、色もいいかも。ケースガラスっていう、傾きの製法で作られたようなボンボニール、すっごく繊細な、ほらレリーフが美しいです。これも美しいですね。ある村で使われてた帽子屋さんか、帽子の会社のショッパーみたいな紙袋、あら本当だ。に村の名前が書いてあるんですけど、シレ・ル・ギヨム。ちょっと日本のですね。なんかセンスのね柄があったりしてるジャポニスムなソフディッシュ。ル・プボワー・デュ・ヴァンワインの力、これちょっと解読したら面白そうですね。目シュブ、抜けちゃって困ってるのかな、違うかペブルの美しく可愛い世界観に来れてよかったと大満足。ペブルのオーナーさんの手にかかればどんなものでもまるでアートな宝物。店内だけでなく、日が暮れて外から見た様子にさえオーナーさんのアンティークへの思いが感じられます。心の中が温かくなるような、そんなお店でした。ありがとうございました。ボネケ本舗。年末のこの時に唯一開催していた小さな飲みの市、面白市にやってきました。京都国立博物館からそう遠くない豊国神社、小さな飲みの市です。久しぶりに目にすることができた並べられた和食器たちに心がときめきます。日本だろうとフランスだろうと、飲みの市のワクワク感は同じですよね。いろいろな用途に使えそうなちょうど良いサイズの丸皿たち。夫が見始めたのは掛け軸。何かないかと探しているようでしたが、特に気に入ったものには出会えなかったようです。そしてこのスタンドで私の目を引いたものがありました。それは並べられた小さな真鍮製のような鳥たち。これ刀身押さえまたはかきたてと呼ばれているものだそう。電気のなかった江戸時代、刀身を
油の入った小皿に浸し、その芯を抑えるために使われていたものなんだそうです。なんだかみんな可愛らしいですよね。買いました後で開いて。夫はアルコールを見つけてとっても気に入ったのですが、飛行機で持って帰るには重すぎるので、それは断念。ボネケ本舗。鴨川沿いのこのカフェにも京都に住んでいた頃によく来ていましたが、今回はなんだか様子が違うと思ったら、ワンちゃんフレンドリーカフェへと新しく変わっていました。ワンちゃんの形のカフェプラネットクッキーの L サイズと S サイズの黒芝茶芝のクッキー。ご自分の愛犬の写真でオリジナルラテを作ってもらえるそうですよ。ユニークで楽しいコーヒータイムになりそうですね。カウンターで注文を済ませたら、あちらの扉の向こうのテーブルへ。窓際に並んだ椅子に座ると、目の前に見えるのは鴨川の川岸の風景なんです。私たちが注文したカフェラテには、カフェプラネットのアイコンのワンちゃんが、そしてそれぞれの席にはワンちゃんのリードをつなげておけるこんなフックまで。こんなカフェがあるなら、ワンちゃんと一緒にまた京都に住んでみたいと切に思ってしまいました。そしてこのカフェで出会ったとっても可愛いワンちゃんたち。はい、お座りしててね。可愛すぎ。日も暮れてきましたね。お買い物をして宿へ帰りましょう。京都での滞在中、ほぼ毎日通った自然派スーパーファーマーズ。パンもお惣菜もとっても美味しかった。宿に帰ってのんびりお惣菜で晩ご飯です。ボネケ本舗。この日私たちがやってきたのは鴨川沿いにある川カフェ。今回の滞在で2度目。再度私たちがここへやってきたその理由は、この美味しいコーヒーやデザートがいただけることはもちろんだけど、その一番の理由はこれ。このサギに会いたいから。川カフェのテラスにいつもやってくるこのサギ。まるで水墨画を見ているようなその羽毛が風にたなびく様子を眺めながら、美味しいモンブランをいただきます。モンブランを堪能した後にはすっかり日も暮れて、川カフェの看板猫ちゃんもやってきましたよ。動物たちはいくら眺めていても飽きませんよね。おや、2羽目のサギがいます。つがいなのかもしれませんね。サギと猫とジャズの調べが疲れを忘れさせてくれるこのとっても居心地の良いカフェ。どうやらフランス人の方がオーナーのよう。こちらの木屋町通り沿い側はバーになっているようですね。次回はこちらも試してみましょうか。ボネケ本舗。パリにあるブーランジュリー・リベルテの京都寺町店。この動画がアップされる頃には17年の歴史に幕を閉じるそうです。残念。京都でお茶といえばまず私が思いつくのは一風堂。京都に住んでいた時、お茶のいただき物といえば一風堂さんのお茶でした。お店の佇まいが凛としていて京都らしいなぁといつも思います。夫がお世話になっている画家の生駒康光さんご夫妻が私たちをご招待してくださったおかげで、素晴らしいお庭を眺めながら懐石料理が楽しめたお庭が素晴らしい白河院。私と夫にとって忘れがたい思い出になりました。比叡山が望める鴨川のほとり。ここを渡るのがいつも私たちの楽しみでした。総本山智釈院のお庭。誰もが絵の一部になれるこの画角が美しいですね。大徳寺大仙院庭園。そこでいただいたお抹茶。その時のお菓子が美味しいと、夫はそれをお土産に買いました。この日はとっても寒かったので温かいお茶が美味しかった。大仙院を出たところにあった大木、枝ぶりが印象的。大徳寺良源院の枯山水、一枝壇。やっぱり外しちゃいけない金閣寺。
龍安寺。一度でいいから誰もいない時にここを訪れてみたい。高大寺円徳院の伏見城から移籍した枯山水、知恩院。圧倒される門構え、伏見稲荷大社。私は初めてここへ来ましたが、やっぱりあの鳥居は圧巻でした。山頂まで行くのは断念。天龍寺、そして嵐山竹林の小道。やっぱり京都は美しい。渡月橋。さあ次は東京です。ボネケ本舗。私たち友達に会いました京都で。あ、そう。はい、じゃあ次は。かわいい。かわいい。これはバッグ。おしゃれなね形がね。入った。あ、これね。はい。2025年はこうしてくれていきました。ボネケ本舗。翌日からは都内の宿へ移動。宿の近くの居酒屋で晩ご飯。私がフランスで一番恋しかったのがこの庶民的な居酒屋。好きなものを注文してちょっとずつ飲みながら食べる。日本語のガヤガヤも懐かしい。ボネケ本舗。ニューマン新宿3階にあるサロンドテ。これは季節のモンブラン。地のりのプレートと相まってなんてかわいいいちごのモンブラン。なんと店内の他のテーブルはほとんど予約済みの人気店。少しお値段が高かったので2人でシェア。やっぱりスイーツは見た目も可愛くなくちゃいけませんよね。ボネケ本舗。あのパリにあるアスティエ・ド・ヴィラットが表参道にオープンしたと聞いて、東京に行ったら絶対に行こうと決めていました。ここがそのブティックです。パリのブティックと比べてとにかく大きい。建物の外観も色もとっても洗練されていますよね。なんだか少しドキドキ。まずはここから中を偵察。では早速ブティックへ入ってみましょう。圧巻です。床から天井までの棚にあの白地の食器たちがずらり。この美しさと興奮で一瞬呼吸するのを忘れたほど。まるで美術館。一体どこから見ればいいのか途方に暮れました。それぞれがまるで美術作品。憧れのあの猫のティーポットもそこにいました。この広々とした店内はどこを切り取ってもアスティエ・ド・ヴィラットの世界観で満たされた夢のようなブティックでした。憧れのアドレスがまた一つ増えました。あのおしゃれな表参道は私が上京した時から変わらない。やっぱり憧れの街でした。ボネケ本舗。新年のお参りに私たちがやってきたのは原宿にある明治神宮。日本の正月ですからね。参道の途中にあった奉納された酒樽、木漏れ日を浴びてとてもきれい。するとその向かい側にはこんなものが。フランスブルゴーニュ地方から奉納されたワインの樽。こんなところにフランスと日本の絆がありました。感慨深げな夫。表参道の裏道で見つけたキューポットカフェ。日本の可愛い文化を体現しているようなカフェ。夫も興味津々。想像通りの可愛い店内。日本の可愛いは今では世界に認められた日本の文化の一つになりましたね。意外とすんなり雰囲気に馴染んでる夫。可愛いだけじゃなく紅茶もとっても美味しかった。新宿駅南口。
東口、西口、ボネケ本舗。楽しすぎた今回の日本での休暇。私たちは帰りの空港でも次の日本の休暇はいつにすると話していました。ボネケ本舗。面白市で私が買ったのは灯芯押さえを2つ。これが油が入った小皿だと仮定して、油に浸した灯芯の先を少し皿の縁から出して灯芯が動かないように押さえるもの。皿の縁からどのぐらい灯芯を出すかによって炎の大きさを加減していたようです。こちらでも試してみます。こんな感じ。沈んだ金色が美しいですよね。リビングルームの棚の上に並べようかなと思っています。2人の京都での生活を綴った夫の本、フランス語ですが、よろしければご覧になってみてくださいね。これからも皆さんに楽しんでいただける動画を作っていきます。チャンネル登録をぜひお願いします。その後にベルマークを押してくださいね。新作動画のお知らせが届きます。ではまた次の動画を楽しみになさっててくださいね。